一石二鳥よりも一石五鳥とか六鳥の方がいいですよね。欲張りすぎですか？でも少ない努力で最大の効果っていうのはいいと思いますよね。いかがでしょう。こんにちは。マリス総合教育研究所で超越瞑想を教えている森正也です。桜のシーズンですね。皆さんのところは咲いていますか？やっと春が来た感じで、暖かくなってきてとてもいい感じですね。それでは、今日はですね、超越瞑想の本の201ページ、え電子書籍版では第3部生きる技術の第5章行動の技術のところです。これは以前の動画の成功するためにはの続きになるんですけれども、内容的には前の動画を見ていなくても大丈夫です。さて、行動の技術です。世の中には行動に関する知識はたくさんありますよね。昔から言われていること、親から学ぶこと、それと行動に関する書籍もどんどん出版されています。どのように行動するか、どのようにしたら効果的に行動ができるかっていうノウハウの本っていうのは私も興味があるので、結構たくさん買って読んでいます。ノウハウっていうのはですね、え脳が知るで、ハウはどのようにっていうことで、どのようにやるかを知ると。どのようにしたらうまくいくかとか、今までいろんなことをやってきてうまくいった人たちがこうやったらうまくいくよというのを教えてくれるっていうことで、そういうノウハウって言われている本ですね。そういうところの知識を得ると、自分で努力しなくても成功しやすくなるとか、そういうことがあるので、ノウハウの本っていうのはとてもいいものだと思います。そしてですね、そういう知識を実際に、本で読んだりして、あ、こういうのがあるんだなって思って、行動に次は移す段階になるんですけれども、その時に意外に難しいと感じることはありませんか？いわゆるマニュアル男とか、今もそういう言葉があるんでしょうかね。知識と実際が違っているっていうことがあるんですね。マニュアル男っていう言葉が私の世代だとよくあるんですけども、こう本で読んで知識として得て、そのままこう実際にやってみようっていうことですね。で、例えばよくあるのはデートのマニュアルとかで、こういう風にすると、うまくいくよと。で、喫茶店とか女の人と行って、最初に、メニュー見て、俺はコーヒーにするよ。あなたは何がいい？じゃあコーヒー2つみたいな、かっこよく注文したいんですけど、そういう時にこう、いざ座ると、女の人が、ビールくださいっていきなりマニュアルにないことが起こると、どうしていいかわからないですよね。で、そういう実際にマニュアル通りにいかないっていうことも、よくあることですね。はい。あとは、なんとなく気が済まなくてやめてしまったりですね。例えば、営業の電話のノウハウを知って、で、これからお客さんに電話しようっていうことがあると思うんです。ちょっと待ってくださいね。例えばですね、こういうふうに電話をして、お客さんにこういうふうに言われた時はこう言おうとか、もういろいろこう頭の中でシミュレーションして、で、電話をすると、なんか、「おお、こんにちは」って、なんか全然違う話をされた時に、どうしていいかわからないとかね、そういうこともあると思います。で、確かにこういう知識ですね、ノウハウっていうものも、必要なのですが、表面的に真似をするだけだとうまくいかないとか、いざやってみると思うようにいかないっていうこともあります。なぜそういうことが起こるかと言いますと、実際にはベースの部分、土台が重要となるからですね。皆さんも理解していると思いますが、例えばですね、今日はホワイトボードを用意していました。土台の部分、こう家を建てるときにこう土台の部分がこうしっかりしていないとですね、この上にこう家を
サザエさんの家みたいな。家を建てた時に、下が不安定だと、どうしても上がグラグラしたり、しっかりしないんですよね。いくら、きちんとした、がっしりした家を作ったところで、下の部分が安定してないと、どうしても家が安定しないっていうことがあります。あと、例えば、スポーツでは下半身の安定というのもあります。下半身の安定が重要って言われているものは結構あると思うんですけれども、下半身が安定していると上半身の力が抜けて動きやすいとか、動作が安定すると言われていますね。そういえばイタリアのピサの斜塔も、土台というか地盤が、多分あそこは地盤が良くなかったところに建ててしまったんですよね。で建ててるうちに斜めになってきて、で途中で気がついてなんかまっすぐにしたとかいう話を聞いてるんですけども、絵が下手ですいません。このピサの斜塔もそうですね、土台がやっぱりきちんとしてなかったので斜めになってしまったんですね。ちなみに私もピサの斜塔行ったことがあるんですけども、これって白い石、大理石じゃないのかな、できていて結構滑りやすかった気がします。革靴で行ったんですけれども、運動靴の方がいいですね。一時なんか傾いて危ないって言って観光客登れなかったようなんですけど、今は、登れるって聞いているので、また行ってみたいと思います。ぜひ滑らない靴で行きましょう。さて、土台の話に戻ります。土台が大切っていうことで、人間で言えば心ですね。心というのは行動の土台です。心が強いと行動も強くなります。わかりますよね。なんだか自分に自信がなかったりとか、誰かに何かを言われたらどうしようとか、そういう状態ですと自分自身を発揮することができません。そういう時の行動は弱くなりますよね。そういう時には発言も弱気になってしまいます。そんな時って自分でもなんだか自分らしさがないなって感じたり、なんか自分って弱いなって余計に自信をなくすこともあるかもしれません。逆に自分に自信がある時の行動っていうのはパワーがみなぎっていると思います。心がどのような状態であるかということで行動が変わってくるのはこのようなことです。そういえば、私の友達なんですけども、なんかいつも気が弱くて、ご飯食べに行ってもなんかメニューが決められない、自分はちょっと何食べたいのかわかんないとか、何か言おうとしても、なんかなって自分の意見を出せないとかね、そういう友達がいるんですけども、なんか自分の得意なことになると、なんか急にパワーがみなぎって、どんどん行くんですよね。で、普段からそうすればいいのにって思うんですけど、そうでもない。で、そういう友達とか見てると、やっぱり心の状態で行動が変わってくるなってすごく思いますね。そういうふうに考えてみてもですね、明瞭な心、すっきりとした心で考えて行う行動っていうのは、とても効率も良くなると思います。その状態っていうのはまさに最小のエネルギーで最大の仕事を達成することになります。またその仕事の質も良くなりますね。仕事っていうのはビジネスだけではなく行動の結果全般です。これは行動の技術と呼ばれるものですが、これはほとんど緊張せずに最大の利益が得られるとも言われています。緊張せずに最大の利益が得られるっていうとちょっと難しいかもしれないんですけども、例えば料理を作るとき、お客さんが来て、でお客さんに料理を作って出すっていう時ですね。そういう時になんか自分の心が弱ってると緊張して、何作ったらいいんだろう、自分で作ったら自信ないな、美味しいかなっていう風になってしまうんですね。だけど、自分でですね、美味しい料理作れる。自分は最高だぐらいに思って作る時っていうのは、もうどっちかというと早く食べてもらいたい。これ絶対喜ぶなって思う時はもう嬉しくって、そういうのっていうのは、緊張っていうのはあるかもしれないですけども、なんか嬉しくてっていう方が多いですね。
何か失敗したらどうしようっていう緊張だとやっぱり体が動かないっていうことがあると思います。で、イメージ的にはこういう行動の技術を向上させるには何か特別な訓練をするというよりも、あなたの本来の実力っていうものを妨げているもの、例えばストレスですね。そういうものを取り除くだけです。あなたの能力が発揮できていないとすれば、それはただ単に手足を縛られて動けない人のような感じですね。何かがあなたを邪魔していることが原因です。ちょっと図に書いてみますね。例えばですね、あなたの心があるんです。あなたの心の周りにあるのが、これは何でしょうか。これはストレスですね。長い間にいろいろなことがあって、ストレスが溜まってくる。で、緊張したり、自分はうまくいかないんじゃないかとか、あなたの心を圧迫しているというかね、あなたの行動を何かやろうと思った時に邪魔しているのは、そういう自分はうまくいかないんじゃないかとか、今までの経験からとか、そういうものが積み重なってきて、心がうまく発揮できない状態だと思っていただけますか？超越瞑想は、超越瞑想をすることによって、こういうあなたの心のストレスを取り除いていくんですね。そうすることで、あなたの心がそのまま何も邪魔されずに、発揮できる。それによって行動がより素晴らしいものになるんです。で、このストレスをただ単に取り除くっていう、これも言うのは簡単なんですけども、なかなか実際にどうやるんだっていうことがありますよね。そのための超越瞑想なんです。超越瞑想を毎日行うことで、私たちのストレスっていうものがどんどん取れていきます。そして、それは自動的です。何か特別な訓練は必要ありませんし、難しい技術もいりません。ただ、あなたに合ったマントラと呼ばれる音を心の中で思うだけです。マントラっていう音はですね、その人に合った音で意味のない音です。それをこうして頭の中で思うだけです。これが不思議なんですけども、それによって心のストレスが減っていって、あなたの心が本来の姿に戻ります。そして最小のエネルギーで最大の効果が生まれる行動を楽しむことができるようになります。はい、今日のお話はここまでです。もし超越瞑想を学んでみたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひお近くの瞑想センターにお越しいただければと思います。無料の説明会があります。私は群馬オフィスで教えております。今日もご視聴いただきありがとうございました。